こんにちは、こんばんは、オーバーです。今回は手ぶら通勤をしている時に私が常に身につけているエブリデイキャリーを紹介したいと思います。まず一番最初に紹介するのはこの Apple Watch ですね。Apple Watch はもう EDC というよりも24時間365日ずっとつけてます。これまでは、S4 をつけてたんですけど、ウルトラが出てからはこのウルトラに変えました。このウルトラに変えた理由は主に3つあります。一つはまずこの見た目ですね。このごつくて機械式時計よくはめてたんですけども、機械式時計に通じるこのごつい大きな見た目が一番ですね。で、二つ目はですね、バッテリーの持ちです。S4 の時は1日に1回は充電にしないといけなかったんですけど、ウルトラになってからは、丸2日は余裕で持ちます。海外出張とか行った時も、朝日本を出て海外のホテルに着くのはだいたい24時間以上経ってからのことが多いんですけど、そういった場合でも途中充電が必要になることはないので、バッテリーを心配することはなくなりました。3つ目はヘルス関係ですね。手首の温度を測れることで、これ睡眠中に測るんですけど、自分の平熱に対してどれぐらい温度が変化しているかで、前もって風邪気味なのが分かったりだとか、体調の管理に大変便利です。あともう一つはこの血中の酸素濃度。コロナの頃は血中の酸素濃度結構気にしていたんですけど、今はもうそこまで気にしてませんが、これももう一つの理由ですね。あとよく使う Apple Watch の機能を紹介したいと思います。まず最初によく使うのはこのタイマー機能ですね。タイマー機能はよく使うので、いろんな時に5分だとか15分だとかセットして使っています。あとよく使う機能は通知機能ですね。通知機能は iPhone とは別に Apple Watch にだけ転送したいものは選別して Apple Watch にも通知するように設定しています。あとよく使っているのは Apple Music のアプリですね。iPhone で再生している音楽の再生だとか停止だとか早送り巻き戻しだけじゃなくて、ライブラリに追加するとかラブを入れるとか、これが手元でできるので、ライブラリの管理だとかおすすめの管理が手軽にできるようになります。あとは言うまでもないですけれども、支払い機能ですね。いろんなクレジットカードを登録して使っています。あとはちょっとした時にスケジュールの確認もよく使いますね。あとよく使うのは目覚まし機能ですね。目覚ましはこの睡眠アプリを使って目覚ましをセットしています。ここですね。就寝前にバッテリー残量が足りてないと通知が出ます。目覚ましが鳴るときはアラームが鳴るのではなくて Apple Watch が振動してくれるので必ず起きられますし、家族が寝ていて早起きしなきゃいけないときとかは周りに迷惑をかけずに起きられるので大変便利です。あとはこの Apple Watch eSIM が入っているので、iPhone をデスクだとか自宅に置いたままコンビニとか出かけてもですね、特に問題ないので、近くのコンビニに行く時とかは結構 iPhone は家に置いたまま Apple Watch だけで出かけたりします。Apple Watch 用のベルトは簡単に変えることができるので、何種類かを持っています。普段はほとんどこのリンクブレスレットをつけてるんですけど、あとは気分によってこのミラレーゼつけたり、これはノマドのベルトで、これはもともとウルトラを買った時についたやつですね。この3種類を気分によって変えてます。次のアイテムはスマートフォンになります。スマートフォンは iPhone の14 Pro Max を使ってます。これまでほとんど常に Max の一番でかいサイズを使ってます。小さいサイズも昔は使ったことあるんですけど、結局大は小を兼ねるで大きいのを使ってます。キーボードは Google の5段っていうのを使っていて、両手で打つのがすごく簡単です。こんばんは。オーバーです。どうすんのちょっと。です。感じですね。あとよく使うのは片手で操作するときにこの下をスワイプして画面を下げたり、あとダブルタップして背面をダブルタップして
通知を出したり、あとはですね、3回タップしてコントロールセッターを出したりっていうのはよく使いますね。もうこの状態でもこれ避けられます。で、これよく使いますね。iPhone のホーム画面はこの1枚だけです。こんな感じで1枚しかないです。で、基本的にはこの一番よく使うアプリだけ設定していて、それ以外はもうライブラリーからタップするっていう感じで使ってます。ウィジットは、時刻と、為替と、あとここに、各種のデータと、あとメモ。あとこれは乗り換えアプリですね。で、スケジュールと、読み物系のウィジットがここにあるって感じで。ここはエンタメ系で、動画だとか、Kindle だとか、Apple Music、YouTube Music のウィジットが、あと、Twitch ですね。あと写真のアプリがここに入ってますね、ウィジットが。で、ここはスケジュールと、ToDo と天気が入ってます。あとスマホは仕事とプライベートと同じスマートフォンを使っているので、プライベートのと仕事の時で画面の設定が自動的に変えられるように集中モードを設定します。今パーソナル、プライベートになってます。これ仕事モードにすると必要なアイコンが変わって、仕事でよく使うようなアプリがこの前に出てくるようになってます。今これ設定が変えてますけど、スケジュールとかも、プライベートの時はプライベートのスケジュールだけ出て、仕事の時は仕事のスケジュールだけが出るように設定できます。あとこの辺の、未読の通知もそうですね。家にいる時は、iPhone 裸で使ってます。外出る時はケースに入れて使ってます。ケースはこの Apple の純正のレザーケースを使ってます。これ軽く質感もすごく良くて、いつもレザーケースをつけて使ってます。次のアイテムはこの iPhone と常に一緒に持って歩いているウォレットになります。このウォレットはApple 純正のレザーウォレットになります。この Apple のレザーウォレットには普段はクレジットカード1枚と、あと予備の1万円札を挟んで入れています。基本はこれが基本セットで、あと必要に応じてこのカード以外に、運転免許証を挟んだり、あと保険証挟んだりっていう感じで、カード2枚とお札って感じですかね。これ奥に入れてこういう感じで使ってますね。でこれを普段はこれにくっつけてこういう感じで使ってます。これは場所がわかるチップがついてるので、こう外れると外れましたよっていう通知が出るタイプのウォレットなので落としても安心です。ただほぼポケット突っ込んでますけど、バックポケット突っ込んでもこのウォレットが取れることはほぼないですね。ていうか今まで取れたことないです。最後に紹介する EDC アイテムはこちらの言わずと知れた AirPods Pro です。AirPods Pro にこの今つけてるのはノマドのブラックレザーケースをつけてます。AirPods Pro に関しては改めて説明するまでもないと思うんですけど、音質はそこそこでノイズキャンセリングもすごく優秀で、外音取り込みもすごく自然でですね、過不足ないアイテムです。これ海外出張の時もこれを持っていくんですけど、さすがに飛行機の中でこれずっとつけてると電池切れちゃうんで、そういう時は有線に切り替えますけど、これは使ってます。以上が私の EDC エブリデイキャリーのアイテムになります。普段の通勤や日帰り出張とかはこのアイテムだけで手ぶらで通勤しています。手ぶら通勤はやってみるととても気持ちがいいので、ぜひ皆さんも一度手ぶら通勤を体験してみてください。それではオーバーでした。また次の動画でお会いしましょう。